皆様こんにちは。バーチャル生命体シェリです。本日は初心者向けチタン色塗りメイキングしていきたいと思います。紹介する塗り方は、最初に陰影をつけて、その後に色をつけていくやり方です。影付けと色選びを同時にしなくていいので、色塗りが苦手な人にもおすすめかも。では早速色塗りを見ていきましょう。今回は色塗りに重点を置きたいので、色分けは終わっている状態からスタートです。まずは影のベース色を1色だけ選びます。この時の色は後でいくらでも変えられるので、ある程度適当で大丈夫です。悩む方はシェリと同じ薄紫にしてみましょう。影用のレイヤーを追加して、レイヤーモードは乗算にします。影はほとんどこの1枚のレイヤーで塗っていきます。影付けのポイントは大きな影からつけることです。今回で言うと、頭によって落ちる首元の影や、ぬいぐるみや体の角度によってできるスカートの影などですね。これは陰影だけに集中しましょう。大まかな影がつけ終わったので、髪の細かい影を入れていきます。髪は個人的に好きなパーツなので、時短色塗りでもしっかり影をつけていくことが多いです。時短塗りでも好きなところはこだわって塗りましょう。一色だけだとどうしても寂しいので、次は色の数を増やしていきましょう。今まで影をつけていたレイヤーの透明ピクセルをロックします。これでさっき影をつけた部分にだけ色が塗れるようになりました。色をピンクに変えて、肌の部分と影の境界あたりに色を置いていきます。柔らかいブラシを使って元の薄紫を少し残しながら色をのせるのがポイントです。薄紫からピンクのグラデーションができて、一気に深みが出ました。次は影になっている部分の深みを足すために、青を暗いところにのせました。こんな色があったらいいかもと思ったものをどんどん足していきましょう。なんとなくいい感じになってきたので、次は線の色を変えていきます。影に色を足した時と同じで、透明ピクセルのロックを使いました。顔の周りの色を赤に、髪の周りは紫に変更しています。この時も元の線の色を塗りつぶすのではなく、少し残すように色を重ねると馴染みやすい気がします。ここでメインの影付けを終了にしてもいいのですが、もう少しだけ手を入れていきましょう。さらに濃い影をつけます。影をつけていたレイヤーの上に新しいレイヤーを乗算で作成します。絵を引き締める目的なので、ポイントで影をつけていきましょう。物と物が触れている場所、全体を見て一番奥にある場所に濃い影をつけました。そして紙フェチの魂がうずくので、同じレイヤーに影のディティールも入れることにしました。メインの影で使っていたよりさらに薄い紫で、細かい影を足していきます。ついでのように服にもディティールが足されています。さらなるディティールアップをしていきましょう。レイヤーを1枚追加して、レイヤーモードをスクリーンにします。選んだ色は青。
ここで反射光と呼ばれるものを追加していきます。反射光って何ぞやっていうところに関しては、また別途勉強していきましょう。大体満足できるディティールになったので、目を塗っていきます。目は一番視線を集める場所なので、目はいつも全力で塗りましょう。逆に目と目の周りだけしっかり塗れていれば、かなりいい感じに見えると思います。この辺で忘れていた髪のハイライトを思い出しました。オーバーレイでレイヤーを作成し、頭の丸みを意識してハイライトを入れた後、指先ツールでぼかしてなじませました。ここから塗り込んでさらに完成度を上げることもできますが、今回は初心者向け簡単早い色塗りなので、この辺にしておきましょう。この色塗りが簡単で早いのは、上げ付けと色選びを同時にしなくていい。一つのレイヤーでほとんどの影が塗れるというところが大きいです。特に上げ付けと色選びを同時にしなくていいのは初心者にとって重要です。まずはシリと同じ色を選んで影をつけてみましょう。今までより格段に楽に影が塗れると思います。影が全部ついてからゆっくり好きな色を選んでいきましょうね。それでは今回のメイキングはここまで。良いお絵かきライフをお過ごしください。シャリでしたー。